倉彫はですね、鎌倉時代に中国から渡ってまいりました漆でできた、仏具工芸品をですね、見た当時の仏師がですね、仏像とともに仏具を作っていた。これが鎌倉彫の始まりです。ただですね、鎌倉時代から明治の初め、仏教弾圧がございまして、とても生活が成り立たなくなってしまって、仏具を作る技術を生かして日々の生活で使うようなお皿やお盆ですとか身の回りのものを作るようになったのが今の鎌倉彫の再スタートを切ったということですね。まず下絵を描いて、その下絵に沿ってこの垂直にですね、小刀でこう立ち込みといって線の真上を彫っていくと。でその後周りをですねこうさらっていって、だんだんとこう図柄がですね立体的になるように丸く彫っていくと。基本的にはですね、小刀って呼ばれるこれ1本で、鎌倉彫プロは8割の仕事をこなすと言われてはいるんですが、やはり仕事の効率を考えますと、これ1本だけでやるよりは違うものを使った方が仕事が早く丁寧に、もしくは綺麗にいくということが言えるかと思います。研いでいくとですね、鉛筆みたいにだんだんこう刃物っていうのは研がれて短くなっていくんですね。これはですね、先代が仕事で使ってたものですね。これも古くて、これもおそらくずっと長かったものを刃を付け替えて長く使ってると。最終的にはこの余白の部分は刀根といってのみ跡をつけて仕上げていくと。刀根なんですけれども、もともとはお皿の形自体をですね、この板からこう掘り出していたんですね。そうすると必然的にこうのみ跡がつくと思うんですけど、それが、刀根となっているわけですね。今はある程度このお皿の形に仕上げたものに彫刻をしていますけれども、その刀根をつけることで最終的な仕上がりということになります。それを鎌倉彫の一つの特徴と捉えていいのかなというふうには思います。木地師、丸い形に削ってくれる職人さんがいまして、塗り師って書いて塗師って読むんですけども、塗りの職人がいて、基本的には彫りの人間が全部プロデュースするんですね。木地師に図面を描いてこの形に作ってほしい、発注を出して、で出来上がってきた生地に彫刻をして、今度塗師にですねこういう感じで塗りをしてほしい。基本的には全部勉強はするんですね。勉強してお互いの仕事が分かった上で改めて分業でこう進んでいくということになっています。久家という名前はですね、祖父の代からの雅号でして、私で3代となっております。中学卒業した春休みに、先代と話をして鎌倉彫をやるというふうに思いましたので、生まれた時からもう跡取りだということは、言われ続けていて、私もいつかやることになるだろうと思ってはいたんですけれども、
20歳の時にですね先代が病気で亡くなってしまったんですね。でその後彫刻家学校を出て戻ってきて、初めて鎌倉彫について制作を始めると。鎌倉彫っていうものに関しては学生時代は習う機会っていうのはなかったので、先代家で仕事しておりましたので仕事自体見ておりましたけれども、いわゆるその見て盗めという世界でおりましたので、手取り足取り教えてくれるようなことはなかったので、その中で先代の残した作品を見ながら、勉強したということですね。先代と共に仕事をした職人さんたちがおりましたので、彫ったものをですねその職人が黙って目つぶって私の彫ったものを手で撫でるんですね。お父さんの彫りの方が柔らかいねと言って返される。ちゃんと形になっていないよっていうことを言うんですけど、お父さんの作品もう一度よく見ておいでって言われて返されたものを、そういう言葉とヒントを手がかりにやっぱりどこが違うのか実際触ってみたりとか目で見て違いをまた考えながら彫り直して持っていって、今度は少し良くなったかななんて、そういう言葉をヒントにずっとやってきたっていうところですかね。先代の残した仕事の中で自分の師匠と決めた作品があるんですね。母と出会って私が生まれた際にですね、この親子のだるまを改めて自分が大きなだるま、小さなだるまを私として彫ったそうなんですね。だるまというのは師匠と弟子を暗示したそういった作品であるという話をねしていたことを思い出したんですね。わずかこの数ミリのね厚さの中にお尻まで感じさせるようなこのコロンとした立体感ですとか、あるいはこの丸い体とこの顔とのねバランスとか、この全体の中での余白と柄のバランスですとか、鎌倉彫に大切なことがギュッと詰め込まれたそういった作品であるってことに気がついたんですね。ですから今でも何か彫っててちょっとこの先どうしたらいいんだろうって思った時にですね、このだるまさんを見ているといろんなヒントが隠されているんですね。この作品を、私は自分の師匠として今も、おります。ですので朝来ましたらこのだるまさんをですねキュッキュッと磨いて、仕事を始めるという毎日を過ごしております。いやくじけましたよ。先代はその6歳から死に物狂いの修行を死ぬまで続けて、技術的なものとかもう何かもかも追いつかないなって思って本当に嫌になってもうやめようかなと思ったこともありましたけど、先代から言われたので、焦んなくていいよって、だけど怠けちゃダメだからってことを言われたことがあったんですね。1000回失敗したら1001回目に成功すればいいって、そんなことを言っていたんですね。常にうまくいかなかった原因は何かっていうことを考えて、うまくいくには何をしたらいいのかって、そういうことを考えて、続けてるうちに何かやってこれたっていうところですかね。伝統と伝承って言葉は似ているんですけれども、伝承というのが姿形を変えずにそのまま伝えるものである。かたや伝統というのはですね、素材や技法というのは変わらないが、その時代によって必要な形に変わっていくっていうことを伝統というそうなんですね。今までこの800年近くですね、鎌倉の地で守られてきたものがそっくりそのまま形を変えずにやっていってもやっぱり時代が変わってきているので、例えば火鉢なんかもありますけれども、暖房が火鉢で今暖を取るなんていうことはなかなかないと。そういった中で必要とはされてこなくなるわけですけれども、例えば火鉢を、玄関にありますけれども今花を生けてあるとか、あるいは夏にはそのワインクーラーとしてねパーティーなんかでちょっとお使いいただくと、それだけでもちょっと話題になったりとか、いろんな風にね形は変えながらも、でも鎌倉彫の良さというものが皆さんのところにね伝わっていって、それぞれの暮らしの中で生きている形となればいいのかなというふうには思っておりますね。日々の暮らしの中で特別でない日にその特別な器を使うことによって特別な時間が生まれて、なんか本当に何でもなかった一日が、例えばお気に入りの器でちょっと美味しいものをいただいてなんかいい一日になるなんて、なんかすごく
いい感じだななんて、人生が豊かになるようなそんな気がしておりまして、そういったものの一つの中に鎌倉彫があるんじゃないかなというふうに感じております。